こんにちは、漫画素材工房です。このチャンネルでは皆さんが共通して抱えるあるあるの人体の悩みを克服する動画をお送りしています。私の簡単なプロフィールはこちらになります。今回の動画では人体にも使えるパースの活用法についてご紹介します。パースと聞くと背景に使うものでしょというイメージがあるでしょうが、パースは絵を構成する全ての要素に絡んでいて、もちろん人体にも必須の知識です。ちょっとイメージしてみてほしいのですが、パースを使ってきっちり描いた背景に点でバラバラなアングルの人体を描いたら一体どうなるでしょうか。こちらがよくある例で、背景は俯瞰なのに人物は水平という例です。見ての通り背景と人物が融合せず、異次元の空間が出来上がってしまっていますよね。この違和感を解消するために人体のパースを意識する必要があるんです。もしパースについて何一つわからないという方がいましたら、無料で解説しているサイトがいくらでもありますのでググってみましょう。少し話がずれますが、パース、遠近法は過去の芸術家たちが数千年をかけて打ち立ててきた理論というのはご存知でしょうか。先人たちが長い時をかけて積み上げてきた知識を今は自宅にいながら無料で学べるのですから、めんどくさい、難しいなどと言って避けてしまうのは本当にもったいないことなんですよ。この動画を見ればパースがいかに重要で役立つ知識かがわかり、皆さんの推しキャラクターに効果的に活用できるようになりますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。今回のポイントは7つ。1つ目が空間のパース、2つ目が長さを合わせるパース、3つ目が左右対称のパース、4つ目が重心と地面のパース、5つ目が中間を割り出す対角線、6つ目が奥行きのパース、最後7つ目がパースを使って角度を割り出す。それではそれぞれのパースが人体の作画にどのように役立つのかを一つ一つ見ていきましょう。私の動画ではまず全体を捉える習慣を重視していますので、今回もまず最初に全体から考えてみましょう。それが1つ目の空間のパースです。空間のパース活用法として最もわかりやすい例は2人以上の人物を置く場合です。背景を描かないからパースの勉強は後回しでいいよと思っていたそこのあなた、推しカップルの配置に悩んだことはありませんか？それを解消するためにこちらのお悩み例を見てみましょう。お悩みは身長の違う2人が並ぶと別次元の2人のように見えてしまう。女性の肩周りのキュッと詰まった感じが直せず立体感が出ないとのことでした。十分よく描けていておっしゃるほどの違和感を感じませんが、こちらを空間をもとに分析してみるとキャラの目線が若干ずれる立ち位置かなと思います。上面図に置き換えるとこのような感じですね。これを修正するために全体の空間パースを考えるとこのようになります。空間を把握するにはこちらも全身図から考えると分かりやすいです。この空間パースをもとに男性を向かって右側に少しずらしてみました。これで2人の目線が合う配置となりました。そして次のお悩み、肩周りがキュッと詰まっているのは女性の服の装飾と肩のパースが合っていないためです。こちらもパースを知っていれば簡単に修正することができます。そして空間パースをもとに修正した絵がこちらになります。どうでしょうか？ほんの少しの修正でだいぶ自然な印象になりましたよね。パースを利用すればこのような小さな悩みは簡単に解決することができます。この空間パースは慣れればフリーハンドで描けるようになりますが、慣れないうちは無料の 3D グリッド素材を使うといいでしょう。説明欄に URL を載せておきますのでぜひご参照ください。そして2つ目が長さを合わせるパース。まずはこちらの絵を見てみましょう。おかっぱの女の子ですが、このおかっぱの右側、左側の長さをどうすれば正しく合わせられるか悩んだことはありませんか？これもパースを使えば一目瞭然です。目のパースに合わせると奥と手前の髪の長さがずれてしまっていたので、このように直しました。
長さの調整だけでなく、角やツインテールなど左右対称の位置を探るときもパースが役立ちます。それが3つ目の左右対称のパースです。改めて考えるまでもありませんが、人体というのは左右対称に構成されています。目も鼻も唇も骨も手足も左右対称ですよね。このように肩や肩甲骨も左右対称ですからパースが使います。動作時は筋肉の動きによって多少ずれることもありますが、基本的にはパースを使えば簡単に歪みを発見できるんです。パースと立体感は2つでワンセットと考えると、あなたの絵にめきめきと説得力が出てきますよ。同じように手足の長さ、肘、膝など関節の位置も左右対称ですから、これもパースで測ることができます。次にこちらの絵を見てみましょう。一見問題がなさそうに見えますが、空間パースを探っていくと手前と奥で膝の位置がずれてしまっているのがわかります。背景がある場合は特に背景と人体のパースを合わせた方がいいので、必ずセットで考えましょう。そしてパースは重心や立ちポーズの安定感にも役立ちます。それが4つ目の重心と地面のパース、5つ目の中間を割り出す対角線です。今度は地面のパースと重心を探ってみましょう。このような仁王立ちでは重心が両足に均等にかかります。股間から真下にラインを下ろしたこの場所が体の重心です。そしてパースを使ってかかとを起点に直方体を描けば対角線で中心を割り出せます。そして左の絵は地面のパースと足の裏がきちんと設置しておらず、つま先立ちか地面に足がめり込んだような不安定な印象になってしまっていますね。これもパースを使って修正するとこのような形になります。足幅を左右均等にし、足の向きを地面のパースに合わせて調整しただけでだいぶ安定感が増しましたよね。全身の立ちポーズってとてもシンプルなようでいて、実はその人の画力が一目でわかるポーズなんです。重心とパース、それに合わせて人体のパーツを描く力など複合的な要素が必要なので、当然といえば当然なんですね。慣れてくるとこのような複雑なポーズもパースの理論で描くことができます。腕や足は体の中でも特に長さのあるパーツなので、違和感を感じた時はパースを使えるととても心強いですよ。そして6つ目の奥行きのパースです。物体には必ず奥行きがあるので、この奥行きを表すにもパースを活用できます。例えば耳を描くとき、俯瞰や煽りなど強い角度がつくと耳の位置に迷いますよね。これもパースを元に立方体をイメージし、パースの奥行き方向に線を伸ばすことで正しい位置を探ることができます。耳や頬骨の延長上、側頭部の中間にありますから、対角線で中間を割り出せばこの辺りが適切な位置と推測できますよね。強い角度がつけばつくほど奥行きの表現にパースが大活躍しますよ。さあ、そして最後7つ目が応用の応用。パースを使って角度を割り出す方法です。ここからは本格的な応用編になります。ちょっと複雑ですが、パースを使えばこんなことができると知るだけでも今後の勉強の意識に大きな違いが出るはずです。まずはこちらの肩の図面を見てください。角度や比率の情報が書かれていますが、何の役に立つのやらですよね。ですがパースを使えばこの図面をあらゆるアングルで再現することができるんです。というわけでこの図面をちょっと俯瞰にして描いたのがこちらです。ここではあくまで角度の再現方法について解説します。まず図面を見ると、胸郭はこのように前方におよそ50度前後の傾きがありますが、これを再現するには胸の付け根でパースラインを交差させます。交差したパースは必ず90度になるので、これを目分量で半分に割れば45度、さらに半分に割れば約22から23度ということになりますね。角度を割るときは角が狭い方の交差を使いましょう。広い方だと半分に割るのが難しく、ちょっとしたズレで誤差が大きくなるので気をつけてください。次に肩の付け根でパースを水平面で交差させ、こちらも前方20度を割り出すことができました。
このようにパースラインを交差させ、90度を半分半分に分割していけば、おおよその角度を簡単に推測することができるんです。人体には個人差があるので、そこまでの正確性は必要ありません。慣れてくると感覚と目分量で度数がわかるようになるので、図面をもとに製図するかのように人体を描くこともできます。この角度の感覚を身につけると、デッサンの応用力が格段に増すので、本当におすすめです。さらなる応用として、この理論を使って手足の奥行きを再現してみましょう。このアングルで腕を90度前後に伸ばすと仮定します。まず肩を起点にして線を下ろし、指先までの長さを確かめます。次にその長さに合わせて前後のパースを交差させ、90度の交点を作り、これを半分の45度に割って対角線を作ります。対角線が45度の場合、この四角は理論上は正方形になりますので、腕の長さとこの前後のラインは同じ長さということになります。ですので、腕を前後に伸ばした場合、ここが指先の位置。そして個人差はありますが、対角線の中央付近が肘関節の目安になりますね。これをもとに腕を描くとこうなります。手前が少し長すぎたので感覚で長さを調整しました。では次にこの前に伸ばした腕を45度内側に傾けてみましょう。前に伸ばした腕を基準に水平面でパースを交差させ、45度の対角線で正方形を作ります。つまり指先の位置はここと思いますよね。ですがこれは罠です。引っかからないようくれぐれもご注意ください。なぜなら人体のパーツは円弧で動きます。肩を起点にこのように半円を描き、この対角線との交点、ここが正しい指先の位置になります。実際に腕を描くとこうなりました。なんだかんだで位置は感覚で調整しますが、大体の目安がわかるだけで迷いが減り、違和感を感じた場合も適宜修正ができます。どうでしょうか？この理論が分かっていれば、手足の奥行きに無駄に悩むこともなくなりますよね。最初は混乱するかもしれませんが、慣れればサクサク計算できるので、諦めずにトライしてみてください。これまでパースを退屈に思っていた方も、推しキャラクターの魅力を最大限に引き出すツールだと思うと、ちょっとやる気が湧いてきませんか？現在私は個人的に美術解剖学を勉強しており、そのまとめを月額制のクリエイター支援サービスで有料公開しています。人体の描き方についてもっともっと知りたいという方は、説明欄からぜひチェックしてみてください。以上、人体へのパース活用法7つのコツをまとめますと、1つ目が空間のパース。2人以上の人物を描くときは空間のパースが役立ちます。まずは全体を捉える癖をつけ、推しカップルをいい感じに配置しましょう。2つ目が長さを合わせるパース。3つ目が左右対称のパース。人体は左右対称です。パーツの位置に迷った時はパースを利用するとデッサンの歪みを減らせます。左右で同じ動きをした手足は関節の位置をしっかりと合わせましょう。4つ目が重心と地面のパース。5つ目が中間を割り出す対角線。立ちポーズは書き手の画力が最も出やすいモチーフです。地面のパースに合わせて足の造形を書きこなせると、より説得力が増しますよ。仁王立ちでは股間の真下が重心となるので、対角線を使って開脚した両足の幅を均等に合わせましょう。6つ目が奥行きのパース。俯瞰や煽りなど強い角度がつくほどパースの知識が役立ちます。最低でも2点通しまでは覚えましょう。最後7つ目がパースを使って角度を割り出す。パースラインが交差した場所は90度。それを半々に割っていけば、大まかな角度を感覚で描けるようになります。角度を使いこなすことで、パーツの奥行きと長さ、位置を理論的に割り出せるようになります。もちろんパースにとらわれすぎると逆に絵の良さが死んでしまったりするので、時には理論を無視したり自由でダイナミックな表現も必要です。私はそこまでパースに詳しいわけではなく、基本的な3点通ししか知りません。
お気づきの方もいると思いますが、ここで書いたパースはほぼフリーハンドで消失点をきちんと取っていないんですね。ですがこれも何度となくパースを使って背景を描いたり 3D をモデリングしてきた経験があり、感覚として身についているからこそできることなんです。分かっていて崩すのと何も分からずに描くのとでは仕上がりに雲泥の差が出ます。まずは基礎をある程度勉強しましょう。最初は大変ですが、基礎は一度覚えれば反復して使うので割とすぐに身につきます。そしてそれが上達への最も効率的な近道になります。このようにこのチャンネルではあるあるの人体の悩みを解消する動画を公開しています。今回の動画がお役に立ちましたら、ぜひチャンネル登録とLIKEボタンを押していただけるととても嬉しいです。Twitter と Pixiv では無料の画像解説を随時公開していますので、ご興味のある方はそちらもぜひフォローしてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。